こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日ですね、アパートを1棟買いましたってことで、2週間前にですね、アパート買ったんですね、僕。で、実際にですね、どうやってアパートをですね、買ったか、そういうですね、不動産投資をこれから始めたい人に対してですね、具体的にですね、自分がこうやって買ったよっていうのを分かりやすく解説していきたいと思います。結構不動産投資興味ある方多いと思うんですけども、具体的にですね、どうやって不動産買ったらいいのか、銀行の融資どうやってつけたらいいのかとかですね、その他買って運営するまでにどういう手順があるのか、それをですね、今回僕買ったので、どういう風にやっていったよっていうのをですね、ちょっと分かりやすく解説していきたいと思います。自分は不動産投資2014年からずっとやってきているので、結構慣れているところもあるんですけれども、初めての場合はね、やっぱ結構難しいと思うんですよね。なので実際に買う前に、今日の動画見てですね、イメージすることで、買う前にこういうことやるんだっていうのをですね、分かってもらうだけの一歩ちょっと先に進めるのかなと思ってます。で、このですね、今回どんなアパートを買ったかっていうのなんですけども、まずですね、メルマガでですね、業者さんから来ました。なので、これ今回ですね、非公開情報でしたね。公開される前に、買いました。で、メルマガで物件が来て、大体田舎でですね、築20年の木造のアパートですね。アパートで、利回りが26%ということで、これすごい利回り的には高いんですよね。なかなかないんですけれども、見た瞬間はこれいいなと思ったんで、すぐにですね、調査しました。で、結構東海道線の駅から、徒歩10分以内ぐらいだったんで、意外といいなと思って、で、ほぼ全空で、でも安いと思って、なんで空いてるのかとかいろいろちょっと調べてですね、ちゃんと需要がある地域なのかとかですね、買っても、入居できないような地域だったら買っても結局意味ないんで、で、自分が埋めれることができるのかどうかっていうのとか、あとその付近どういうエリアなのかとかですね、調べて、全然問題なさそうだなと思ったんで、買うことを決めましたと。でもこういう物件って結構その奪い合いになるんですよね。みんな欲しがるんで、こういういい物件ってなかなか出ないんで。で、なのですぐにですね、電話かけて、一応現金で買いますって、くださいって、ブルルルって言って電話ってくださいって言うんですよね。で、ただ、くださいって言って、で、殺到するんで、一番手で抑えますっていうのと、あと自分自身ですね、不動産投資家で、物件いっぱいこれまで持ってきてるんで、今回も問題なく全然買えますよとか、銀行の融資も使えますけれども、今回現金で買うとかですね、あと貸担保免責っていう、貸しって隠れた、不具合とか、そういうのも全然何があってもいいんで、自己責任で買うから、売ってって感じで行って、で、一応念のため中だけちょろっと見せてもらって、シロアリとかですね、傾きとか雨漏りとかですね、そういうお金かかるようなとこさえなんか問題なければ全然買えますよっていうことで、やっぱ細かいことをごちゃごちゃ言うとなかなか買えなかったりとかするので、そこはですね、初心者はちょっと難しいかもしれないんですが、そういう奪い合いになるような物件は、ある程度ですね、リスクは許容して、その分安く買っておけば全然リスクは下がると思っているんで、そのリスクを、許容できるぐらいいい物件になればですね、こうスピード勝負でいきますと、そうですね、貸し担保面積で買いますということで、で、それで買い付け申込書っていうのを出しますと。それはただの、書類なんですけれども、で、買い付け申込書っていうのは、簡単に補足すると、この不動産欲しいですよっていう申し込みですね。それを買い付け申込書っていうんで、今回だと1000万ぐらいなんですけど、1000万で欲しいですよとか、そういう欲しい値段を書いて、売り主さんに渡すような書類ですね。で、単なる申し込みなので、特にですね、法的な拘束力はないです。で、売り主さんが見て、こいつに売ってもいいかどうかっていうのを判断してもらうっていう形になります。で、ポイントとしてはですね、融資特約ありかなしかっていうんで、融資がついたら買いますよっていう特約があるんですけども、融資がついた場合しか買えないよっていうのか、融資つこうがつく前が買うよっていうのかっていうので、融資特約なしっていうんだと、融資がつかなくても僕は買いますよって宣言になるんで、別に融資特約なしでいいですよって言っとくと、売り主さんは、この人だと、買ってくれるなって思ったりとかするので、融資特約なしで、いけるような物件になればそうするのが、ポイントですね。ただ、現金お金がないといけないので、なかなかですね、難しいんですが、慣れてくるとそういう風にしてもいいと思います。で、値段はですね、自由な値段書いてもいいんですけれども、結局、売り主さんがそれ見て期限損ねしてしまったりとか、売ってもいいよって思わないと、取引成立しないので、好きな値段確認しても、常識な値段でないと、不動産屋さんが売り主さんに持ってってはくれなかったりとかするので、そこはちょっと要注意ですね。今回は、特に値引きしてもらうわけじゃなくて、もともと安かったんで、その満額で、買うことにしました。
で一応物件見て、どの辺見るかっていうと、本当にですね、金かかるとこだけ見ますね。特に金かかるとこっていうのは、さっきちょっと言ったんですけど、雨漏り傾きとかシロアリとかですね、あと外壁塗装いるかどうかとか、あと水回りとか結構お金かかるんで、その辺を見ますね。で、修繕費用かかる場合は、修繕費用含めて総額で、それが、安いかどうかっていうトータルで判断しますね。利回りとか。で、特に全然問題なしだったので OK っていう風にして、その場で買いますって見て、物件電話したから2日後ぐらいに見に行ったのかな。で、そのまま買うって言ったんで、一応取引、に進むことになりました。で、ちょっとこの辺どの辺見るべきかって、この戸建て購入時に気をつけることって動画、詳細欄貼っとくんで、よかったら見てみてください。で、あとこの買うことが決まったんで、じゃあ、融資決めようと思って、銀行に打診かけました。で、何個かですね、銀行との取引を、いろんな銀行と取引あれば、次に進みやすいっていうんで、開拓する、その取引銀行を増やしたいっていうふうに常に不動産投資家は思っていて、なので、新機構をですね、開拓しましたと。で、打診していったら、1個 OK って言ってくれたんで、YouTuber でもですね、融資受けることができまして、全然いけだと。不動産投資家の実績があったのですけれども、で、事業計画書を作ってですね、説明して、で、一応、その保証協会っていう保証してくれる協会をつけるか、あとは預金担保って預金入れておけば OK ですよって言われたので、最初保証協会付きでやってもらおうとしたんですけど、やたらと預金担保でやりたがってたんで、預金担保でいいですよってことで預金担保にしてもらって、10年 1.5% で、オーバーローンで、融資を受けてますね。なので結構条件的にもいいのでですね、ちょっと詳細は説明しないですけど、預金担保でもなかなかいいかなと思って、これでまずはきっかけ作ろうと思って今借りてますね。返済比率10年とかでも50% 弱ぐらいなので、全然ありかなと思ってます。で、その後ですね、売買契約を結ぶっていうので、さっき買い付け申込書っていうのを出したんですけども、それただ欲しいよっていう法的な拘束力は何もないものなんですけども、売買契約の契約を、売り主さんと買い主の間に結んで、重要事項説明書っていうのを宅建士の人が説明してもらってですね、それで、契約を結びますと。これは法的拘束力がある契約書なので、これはしっかり内容を見ておかないといけないんですと。で、融資特約なしで、そのまま、契約書を結ぶと。で、手付金はだいたい1割から2割ぐらい入れるんで、仮に1000万であれば100万円ですね、手付金入れるっていう風にして、で、もし、契約ですね、この契約を解除する場合は手付放棄ですね。なので、100万円、手付金を渡して、僕の都合でやっぱ買うのやめたって言ったら100万円をですね、手付放棄する。あと、もし、売り主さんの都合で、契約を取り消したいってなると倍返しですね、倍返しだみたいな感じで倍返ししてもらう、200万円もらうっていうんで、それで契約金を流したくない場合はある程度多い金額をですね手付金入れておいた方が安全ではありますね。今回は1割ぐらい手付金入れてましたってことで、そうすると、もうここでですね契約が結ばれて、あとはですね決済日っていう決済いつ、所有権移転するかっていう日を決めますと。で、実際に決済で融資今回融資使うんで、銀行からですね融資してもらって、それを売り主さんに振り込んでもらうと。で、その振り込みがですね確認できたら、土地の権利書をですね、僕に渡してもらって、鍵とかも引き渡してもらって、でそれでその権利書を持って、司法書士さんが法務局って言ってもらって、で、所有権移転登記っていうのをやるんですよね。そうすることで、所有権が、その売り主さんから僕にこう移るっていう風になります。で、それが2週間ぐらい経って、ちょうどですね、昨日か一昨日ぐらいに、その登記完了が終わって、ちょうどですね、僕に所有が移った。今そういう状態ですね。はい。で、移転登記と。で、それで移りました。で、その後、その前後に何やるかっていうと、まずですね、その管理会社さんを決めなきゃいけないっていうんで、僕は全部管理会社さんに物件の管理をお願いしているので、自分のアパートをですね、どこの会社に管理してもらうかっていうのを聞いて、で、管理会社をつけました。今回は、いろんなその付近に物件持たれてる不動産投資家の先輩とかにお伺いして、ここ良さそうだよとかっていうので管理会社を決めましたね。管理会社選ぶ基準はいくつかって、やっぱ客付けが強いとか、
他の会社で募集できるとか、リフォームを自分で選べるとかですね。いろんな、その3つ僕重視しているんで、特に客付けが強いですよね。客付けが強くなければ、やっぱ埋まんなきゃですね、家賃もらえないんで、客付け、管理力がありますとか言ってもね、今日、客付けられなかったら意味ないんで、管理力とかよりもやっぱ客付け能力を重視してますね。で、空室の募集をかけてもらって、ちょっと半分以上、7割、8割空いてたんで、募集をかけてもらいますと。で、あとリフォームの手配で、リフォームも、しないといけないところが若干あったんで、リフォームしてもらってるところですね。あとガスとかインフラの、名義変更をしているところですね。なので、そういう、いろんなことをやってるので、ですけど、大まかにはこんな感じですよね。で、ちょうどですね、カレー屋さんからですね、ネパール人2人がですね、今入りたいって言って申し込みが入りましたね、一部屋。で、あとミャンマー人がですね、残りの2部屋を借りたいとかいう話がちょっと来てて、で、今住んでる方もですね、フィリピン人とかなので、国際色豊かなアパートになりそうですね。それで外国人の方入ってくれる、入れたくないっていう方も大家さんいらっしゃるんですけど、僕は全然外国の方の迷惑かけなければ全然 OK っていう風にしてるんで、間口を広くしてですね、早めに満室してですね、資金、回収するっていう風に、してます。っていうんで、とりあえず、空室の募集ですね。これは一番重要ですということで、特に電話かけまくってですね、10店舗ぐらい電話かけて、それでそこからですね、いろんなところに募集かけてもらって、で、少しでも多くの人にですね、お客さんに見てもらって、入居者さんを見つける可能性はやっぱ多い方が高いので、少しでもやっぱ努力してる感じですね。ってな感じで、実際にアパート買ってみた体験などブログ書いてて、いろんなですね、詳細なリンクとか貼ってるんで、よかったらこれ詳細欄貼っとくんで見てみてください。勉強になると思います。あと、不動産投資のですね、講座をですね、再生リストやってるんで、よかったら見てみてください。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしですね、面白かったら高評価いただければすごい嬉しいです。あと、コメントもお待ちしてます。あと、もふもふ不動産ですね、今後もですね、不動産投資とか役立つ情報を発信していってますので、面白かったですね、引き続き、見ていただいて、チャンネル登録していただければすごい嬉しいです。あと、シェアしていただくと喜びます。あと、Twitter でですね、有益な情報を発信してるんで、よかったら登録お願いします。あと、LINE アットですね、不動産投資のチェックリストプレゼント中です。ぜひ見てみてください。どうもありがとうございました。